そんなに稽古しなくても上手くなる強くなるっていうことはまずないなって思います。一瞬で強くするようなコツを教える場所ではありませんよ。今日はですね、よく質問されることが多い、どれぐらい1日稽古をした方がいいでしょうかとか、こういう質問をよく受けるんですね。これについてお話ししていこうかと思います。終鉄でメインとしてやっているこのインナーマッスルにね刺激を与えるようなトレーニングっていうのもね、日常的にね姿勢を維持するときに常に働いている筋肉なんですね。意識に上ってこないような筋肉だし、またねこの日常の中でね強烈に収縮するっていう場面がそんなにあるわけではなくてですね、小さな微調整をしてくれている筋肉なので、トレーニングとしては収縮感もねすごく感じづらいトレーニングだったりするんですね。もう一つはその刺激を適切に与えにくい筋肉っていうところもあるので、回数はね割と頻繁にやった方がいいんじゃないかなと、そういうふうに思ったりするんですね。今話したのは、鍛錬としてのこの側面なんですけども、実はもう一つあって、この終鉄でのトレーニングに関して言えば、ただただ体をひたすら鍛えているだけではなくて、体をどうやって上手に使うか、うまく使うか、効率よく使うかと、こういうことも並行してやっているわけなんですよね。これは動きのトレーニングとも言えるんですけども、これに関してはね、当然ね一緒に筋肉も、使っていくので、結構筋肉疲労もねすごく激しかったりするんですけども、これに関してはね正直言うと、やればやるほどいいような気がするというか、僕自身はもうそうやって、トレーニングをしてきた、動きを作ってきた、つもりなので、やっぱり自分の中でねセーブしてやるようなものではないと思うんですよね。足りてないからやるしかないっていう感覚になっていくので、トレーニングできる時間がこれだけしかないとすると、どう考えても足りないな。じゃあもう日常の生活の中で、トレーニングっていう枠の時間じゃなくてもどうやってトレーニングしていこうかっていう風になっていかざるを得ないと思うんですよね。こういうね威力を出したいと、真剣に思っているのであれば、僕が会員さんにお伝えするとしたら、もう徹底的にやった方がいいんじゃないかなっていうしかないというかね、そういう風にしか答えられないなと思うんですよね。ずっと小さい頃からね親にも無茶するなっていうことをずっと言われ続けてた。トレーニングもね結構やっぱ無茶しがちなんですけれども、それでね大腰筋を痛めてちょっと動けなくなっちゃったりしたことが2年ぐらい前だったかな、あったりもしたんですけど、今になって思うと、ああやってちょっと無茶なトレーニングをしたことで、そのインナーマッスルへの効かせ方とかリアルに分かったし、痛めたからこそさらにねその筋繊維が体の中でどういう場所にあってどういう動きに影響しているのかっていうのもものすごく分かりましたし、大腰筋に関して言えばね、もう何をするにも動いてる筋肉、何をするにもこうやって片足上げてブラブラしてるだけでも、ものすごい使ってる筋肉なんだなっていうのもよく分かったんですよね。なのでそれがあってのっていう部分もあるので、自分の体でね試しながらやっていくしかないという感じですね。もう分からなければ分かるまでやるしかないじゃないかなと思いますね。で今終鉄もねもう、3年4年と続けている、古参の会員さんもいてですね、その中でもねものすごいもう明らかにパワーが普通じゃなくなったなっていう会員さんも何人かいるんですけども、みんなね見てるととにかくねめちゃくちゃトレーニングしてるメンバーなんですよね。やっぱりいっぱいやる人が伸びるっていうのはこれはもう絶対なんだなと思います。そんなに稽古しなくても、効率よくね上手くなる強くなるっていうことはまずないなって思います。
僕をねシューテツ立ち上げた時からシューテツはトレーニングのメソッドで体を強くしていくものなので、一瞬で強くするようなコツを教える場所ではありませんよっていうことをね最初から言ってましたし、それをね時間をかかるっていうのをどれぐらいなのかっていうのももう結局そのトレーニングをどれぐらい日常の中でやっていくかによって例えば3年かかるものを2年で済ませたいと思ったらやっぱ 1.5 倍のトレーニングを重ねていかないと、それだけ気づきも遅れてくるわけだし、トレーニングっていうのはねできないことに気づいていくその積み重ねだと思うので、僕がやれる努力としては全力で取り組む人のその苦労をなるべく効率化してあげるというそういうねなんかメソッドの効率化とかね理論の整理とかそういうのが僕の役割だなとは思うんですけれども、トレーニング、鍛錬、僕の本音としてはねもう一日何時間でもいいから、やる。そしてやる時間が足りなかったとしても頭の中で考えることとかねそれはいくらでもできるわけなんで、電車に乗ってる時間ね、例えばスマホで漫画を読んでる時間映画を見てる時間、もうその中でどれだけね威力を上げるっていうことについて、考え尽くすことができるかと、これがねとっても大切なことだと思っています。それをねちゃんと研究する時間として有意義に使っていけば何かに気づける時間もと短縮していけるんじゃないかなと思いますので、そんな感じで、皆さん鍛錬がっつりと毎日やっていきましょう。以上です。